地表はほんの一部。私たちは普段地上に生きる動植物を見てこれが地球の自然と思っています。森、川、草原、動物たち、それらは確かに自然の一部です。けれど地球全体の生き物を数で見ると、私たちが見ているのはほんの一部に過ぎません。実は地球にいる生き物の大多数は地中深くや海の底、つまり見えない場所に暮らしています。例えば微生物たち、彼らは肉眼では見えませんが、数では人間をはるかに超えています。しかもその多くは土の中、岩の割れ目、あるいは深海の泥の中など極限に近い環境に潜んでいます。科学者たちは地中や深海を調べることで、こうした隠れた生き物の存在を次々に発見しています。深さ数キロメートルの地下でも、栄養や酸素がほとんどない場所でも生きている微生物が確認されています。ある研究では地球の全微生物の 90% 以上がこうした地中や深海に存在しているという結果が出ています。また深海も驚きに満ちた場所です。太陽の光が全く届かず、水圧は陸上の1000倍を超える世界。そんな過酷な環境でも奇妙な姿をした魚や熱水の周りに集まる生物たちが元気に暮らしています。深海には生態系の常識が通じない世界が広がっているのです。さらに注目されるのが地球内部の微生物が果たしている役割です。私たちが呼吸する酸素の大部分は植物ではなく、海に住む小さなプランクトンが作っています。そしてそのプランクトンの栄養の元となるのが深海で分解を行う微生物たちなのです。つまり地上の生き物たちの暮らしも地中や深海の微生物によって支えられているのです。こうした見えない生物たちは医学や宇宙開発でも注目されています。例えば深海の細菌から新しい抗生物質が発見されたり、極限環境で生きる微生物の性質を利用して火星探査のヒントにする研究も進んでいます。地上は生命が目に見える場所。けれど地球という惑星の本当の姿は目に見えないところにこそ広がっています。私たちの足元の下、海の底、そこには数えきれない命が静かに、そして確かに存在しているのです。